皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の方に向けて自然な日本語でお届けしています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使ってください。さて皆さん、もう3月も終わりかけていますが、桜の季節がやってきました。パチ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 。皆さん桜は知っていますかね？チェリーブロッサムのことです。桜は春に咲く綺麗なお花、木なんですけど、その季節がやってきました。東京の近くだとだいたい3月の最終週、最後の週から4月の頭、4月の1週目、2週目くらいまで見ることができます。日本の西ですね、もう少し暖かい地方だと早く咲くし、北海道などの北のエリアでは5月中旬まで見れるところもあるみたいです。そして桜といえばやっぱりお花見ですよね。お花見っていうのは花を見るという意味なんですけど、実際には桜を見ながらピクニックをすることが多いです。お花見の歴史はとても長いらしくて、平安時代、約1000年前くらいから始まっていたそうです。もともとは貴族、上の地位の人たちが行うイベントだったんですけど、今は誰でも楽しめる春の行事になっています。そして日本にはお花見スポットがたくさんあります。有名なところだと毎年たくさんの人が集まっていて、とても賑やかになります。東京だったら上野公園とか目黒川、あとは代々木公園とかも有名かなと思います。ただ私は人混みが少し苦手なので、東京ではなくて家の近くにある公園などに行くことが多いです。そしてお花見では桜を見て楽しむっていうのがメインになります。綺麗な桜の下にレジャーシートを引いて、お弁当やおにぎりを食べながらゆっくりと時間を過ごします。お花見は桜を見ることを楽しむのももちろんなんですが、食べ物を楽しむことも一つのイベントというか、みんながやることです。私の家族はあまりお弁当などは作らないんですけど、お花見といえば自分でお弁当を作ったり、おにぎりとかを持って行って食べることが多いのかなと思います。あとは桜が咲いている公園の近くなどで、お店や屋台が開いていることもあるので、そこで美味しい食べ物を買ってテイクアウトして桜の下で見るっていうのもいいと思います。おにぎりとか唐揚げ、卵焼き、あとは春だったら桜餅やお団子がいいかなと思います。桜餅っていうのはピンク色のおまんじゅうみたいな、お餅みたいなものなんですけど、中にあんこというレッドビーンペーストが入っていてとっても美味しいです。そしてついつい桜ではなくて食べ物を楽しむのがメインになってしまうことがあるんですけど、それを花より団子という言葉で表します。お花見は花を見ることがメインなのに、そうじゃなくて食べ物ばっかりに目がいってしまう、食べ物ばかり楽しんでしまうという意味があります。あとは桜だったら夜に見るのもおすすめですね。夜に見る桜のことを夜桜と言います。夜の桜という漢字を書きます。公園によっては夜になるとライトアップされることがあるので、夜歩きながら桜を楽しむこともできます。デートとかにも良さそうですよね。そんな感じで桜が咲いたら冬から春になったなというふうに感じることができます。天気も暖かくなって、桜だけではなくて他の花も咲いているので、綺麗な景色の中でピクニックをするのはとても楽しいです。ぜひ3月、4月に日本に来る方は桜をチェックしてみてください。もし来年以降桜を見に日本に来たいなと思っている人は、
日本の地域によって桜が咲くタイミングが違うので、事前によく確認してから旅行のプランを決めるのがおすすめです。そしてお花見のルールとかマナーもあるので紹介しますね。みんなが楽しく過ごすためには一応マナーがあるので、これを覚えて楽しんでもらえたらと思います。まず一つ目はゴミは持ち帰るです。お花見の後はゴミをそのままにしないで自分で持ち帰るようにしましょう。公園にゴミ箱があることも多いんですけど、捨てられない場所もあるかもしれないので、自分でビニール袋を持っていくのがおすすめです。それから場所取りは早めにするのがおすすめです。特に有名なお花見スポットは朝早くからレジャーシートを持って場所を取る人がいます。もし絶対に外せないっていう予定がある人は、朝早めに行って場所を取るのがおすすめです。ただ公園によっては場所取り禁止とされているところもあるので気をつけてください。またお酒の飲みすぎに注意しましょう。お花見をするときはお酒を飲む人もいるんですけど、酔っ払いすぎて公園で倒れている人とか大きな声で喋っている人とかもよく見ます。そうすると周りの人にも迷惑がかかってしまうことがあるので、飲みすぎには注意してください。私は今年は家族とあんこという愛犬と一緒にお花見に行きたいなと思っています。もし皆さんの中にも桜を見たよとか見に行く予定だよっていう方がいたら、ぜひコメントで教えてください。そして皆さんの国にはお花見みたいなイベントはありますか？ぜひ春になったら咲くお花とか、春になったらやることなど、皆さんの文化についても教えてもらえると嬉しいです。日本では春になって暖かくなってきましたが、季節の変わり目は体調も崩しやすいので、皆さん気をつけてお過ごしください。では今日のエピソードはここまでにしたいと思います。楽しんでもらえたら嬉しいです。また私はインスタグラムやスレッズで日常生活で使える単語を毎日投稿しています。ぜひ興味がある方はフォローしてください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。日本語ジャムのあやのでした。じゃあまたね。バイバーイ。